こんにちは、青ゆいです。今回はソニーの新型カメラ α7 V を撮影の性能面を中心にお話ししていこうと思います。 AI を用いたオートホワイトバランス、16ストップのダイナミックレンジ、最高約30コマの連写性能、そして新型の部分積層センサー、新しいオートフォーカス機能や手ブレ補正など撮影体験と直結する部分を中心にまとめてみました。ちなみにですね、こちらの α7 V はこの α7 IV の後継機種となります。ソニーのカメラいくつか持ってるんですけど、この α7 IV は今あるソニーの機材の中で一番長く使ってるカメラになります。なのでこの α7 IV と比較もしながらどんな風に進化したのか見ていきたいと思います。ちなみにただこちらをお話ししていくのではなくて、作例もたくさん交えてお話ししていきたいと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみください。では早速見ていきましょう。もうね、外観に関してはパッと見何が変わったんだいっていうような印象を受けました。ただめちゃくちゃ大きな進化がありまして、まずは4軸マルチアングルモニター、つまりバリアングルとチルトが一体型となったモニターとなっています。これやばいですよね。めちゃめちゃ撮影の快適さっていうのが向上すると思います。ちなみに α7 IV ではバリアングルとなっています。本当にね、このバリチルがあることで縦構図もローアングルもハイアングルでの撮影も簡単にできてしまいます。そしてチルトならではの水平の保ちやすさっていうのをプラスされるので、撮影のしやすさっていうのが本当にぐっと上がります。そして何よりかっこいいバリチル。さらにですね、こちらなんとモニター画面の大きさが進化しています。 α7 IV では3型だったのが α7 V は 3.2 型となっていまして、体感的にもね全然大きさが違います。そして大きさだけじゃなくてドット数も進化してるんです。 α7 IV が 103.7 万ドットだったのに対して α7 V は 209.5 万ドットとなっています。約2倍進化しているということです。もうねすでにこちらたくさん撮っていますが、モニターの綺麗さが半端ないです。やっぱりね、モニターの綺麗さって撮影の楽しさに直結する部分だと私は思っています。もうね、モニターが綺麗なだけで撮りたくなる。そしてピントが合ってるか合ってないかっていうのはすごく分かりやすくなっています。ここね、私的にグッと刺さるポイントですね。たくさん撮り続けてきたからこそこのモニターの綺麗さっていうのはすごく大事だなと思っています。本当にね、日中の明るいシーンだったりとか屋外の日差しが強いシーンでも撮影の楽しさっていうのが倍増しますね。あとあれですね、グリップの形状も若干変わっていますね。ここの上から見ると分かりやすいんですけど、傾きの部分だったりとか若干の設計が変わってるので、本当ね、縦位置でも横位置でもフレームの安定性っていうのが増しますね。この握りやすさって撮影する上でとっても重要なポイントですよね。しかも α9-3 とか α1-2 ともまた違っているんですよ。そこもまたなんかこの α7 V の独自性っていうのを感じていいなと思いますね。はい、ではここからは撮影体験に直結する性能を見ていきたいと思います。最初にお話しした AI のオートホワイトバランスについてお話ししていきます。今回はですね、なんとオートホワイトバランスが AI による学習と推定がなされています。どういうことかと言いますと、 AI が画像から正確な光源を読み取ってくれるので、色が揺れにくくて安定するということです。もっと言うと、本当にね、生の色温度、色味に近い写真っていうのを撮ることができます。具体的なシーンとしましては、光源が複数交わる場面だったり、明るい場所と暗い場所が切り替わる状況、あと夜の強い色かぶりのシーンなど、従来だと色が暴れやすいシーンでも青や赤に寄りすぎなくてニュートラルな、よりリアルに近い色味っていうのを実現してくれます。街の光だったり夕方から夜の微妙な空の変化、そこでね、色が崩れたりしなくてすごく安定しているので、色の予測が立つ安心感っていうのがすごくあります。そしてこのカメラは16ストップのダイナミックレンジとなっています。ちなみにこちら
α7-4は15ストップとなっています。ダイナミックレンジが広いことによって、ハイライト耐性、シャドウの粘り、階調の滑らかさっていうのが安定します。具体的な例を挙げると、逆光や夕暮れのシーンで反射の強い場面でも白飛びや黒つぶれを抑えながら撮影できるということです。いいですよね。もうね、そこの階調の良さっていうのは本当に私大切にしてる部分なので、今回ね、その進化を遂げてくれたっていうのはすごく私にとって大きいポイントです。では順番に見ていきます。まずはハイライトの粘りがわかりやすいシーンです。左のα7-4を見ると、太陽が当たった白い部分が早い段階で飛びやすく、明るいところの階調が均一になりやすい描写です。一方、右のα7-5は16ストップの余裕があって、同じ要件でも白の中に情報が残っているのがわかります。こうした白飛びを抑えた描写っていうのはすごくリッチな印象を与えてくれますね。次は小さな光源の比較です。左のα7-4は光が一番強いところが飽和しやすく、光の縁が少しだけ滲んで見えます。細い線状の部分が明るさでぼんやりしやすい描写です。右のα7-5はその明るい部分が潰れずに残っていて、細い光の輪郭がシャープなまま映ります。明暗のつながりも滑らかで、電球の丸みが自然に出てくれます。一見するとあまり違いが見られないようですが、こういった細部のこだわりこそが全体のクオリティ、質感を上げる重要なポイントとなってきます。最後は明部と暗部が入り混じる建築のシーンです。左のα7-4は光を受けた白い壁がやや均一に明るくなり、影は情報が抜けやすい描写となっています。右のα7-5は白い壁の細かな陰影が残ったまま、影の中の階調もつながっています。こういうハイコントラストの環境では、1ストップの余裕が破綻しない絵作りにつながると実感しました。いかがでしたか？α7-4の写りも十分綺麗ですが、今回の比較で感じたのは、同じ設定で撮った時の安定感がα7-5では一段増えるという印象です。露出がシビアな場面でも白飛びや黒つぶれっていうのが起きにくいので、構図やタイミングに集中しやすいんです。写真の仕上がりだけではなくて、撮ってる時の余計な気を使わなくていい感じが、実際の撮影体験としては大きな違いでした。それではこの後の続きもぜひお楽しみください。そしてα7-4のイメージセンサーは裏面照射型だったんですけど、α7-5のイメージセンサーは部分積層型となっています。部分積層型によって何が良くなったかというと、読み出し速度も向上して、なおかつ暗部の破綻だったりハイライトの飽和っていうのが起きにくくなってるんです。そして暗所での性能もかなり向上しています。具体的な向上の進化としては、高い ISO の時でも細部がしっかりと残ってくれたり、色のノイズが抑えられていたり、あとね、編集体制が強いっていうところも一つ大きなポイントだと思います。そして手ブレ補正もね、めちゃめちゃ進化しています。こちらのα7-4が 5.5 段だったのに対して、こちらのα7-5はですね、中央が 7.5 段、そして周辺 6.5 段にアップしてるんですよ。すごくないですか？なのでね、本当に暗いシーンだったりとか、夜の街スナップとかでも安心してシャッター速度を遅くして撮ることができますね。なぜなら手ブレに強いから。そういった意味ではオートフォーカスも暗所でも迷いにくくて、本当ね、夜でも扱いやすいカメラだなという印象を受けました。あと今回手ブレ補正にですね、なんとダイナミックアクティブモードがつきました。正直これついてるかついてないかってめちゃくちゃ大きな違いですよね。α7-4はスタンダードとアクティブモードだけだったんですけど、今回ここまでつけてくれたので、私としてはめちゃくちゃ嬉しいですね。でね、ここから本題です。今回最も私が体感差が出る部分だなと思った部分をお話ししていきます。具体的には連写性能とオートフォーカス性能です。では最初、連写性能からお話ししていこうと思います。なんとα7-5最高約30コマの連写ができるんです。こちらはね、最高約10コマとなっていましたが、グレードアップしました。はい、こちらね10コマで、こちら30コマというところで、さすがにこのまま比較するのはフェアではないですよね。実際の比較というよりは、
コマ数の違いによる被写体の動く様子の滑らかさっていうのを見ていただけたらなと思います。ではやっていきます。α7-4 は瞬速で落ちていきましたね。こんな感じでね、一瞬たりとも被写体の瞬間を逃さない、そんな特徴を持っているのが α7-5 ですね。本当にね、一瞬でね、人の、特に動物とか人だと表情まで変わってきますからね。今回はぬいぐるみでしたが、やっぱりそういった動き物、生き物となるとね、このコマ数の多さっていうのはすごく生きてくるんじゃないかなと思います。しかも30コマ取れますよっていうだけじゃなくて、ブラックアウトフリーとなっています。ブラックアウトがないので、動物の奇跡っていうのを見失わずに追いかけられます。ということはですよ、本当に生で追いかけてる感覚っていうのが宿っています。私ね、よく野鳥撮影だったり動物撮影に行くんですけど、撮ってるっていう感じがね、すごく大きいです。それで言うとね、本当動物だったり鳥の急な方向転換っていう時にも視認性が途切れないっていうところはすごくいいポイントだなと思います。でね、今回α7-4にはなかった連写ブースト機能がついてるんです。これどんな機能かというと、連写中に必要な瞬間だけ連写速度を最大化できるんです。つまり被写体が動き出す瞬間とか決定的な変化が起こる時、鳥を撮ったりしてる方ありますね。そういう瞬間、そういう時だけ瞬間的に最高の、こちらで言ったら30コマにすることができるので、不必要な枚数っていうのを抑えることができるんです。便利ですよね。なんでかというと、メモリーの節約にもなりますし、数多く連写した中から選ぶっていうのすごく大変ですよね。セレクトの効率化につながります。これ α1-2 だったり α9-3 にも搭載されている機能です。そちらにはね、前面に C5 のボタンがあるんですけど、前面にね C5 のボタンがないので、自分で背面のいずれかのボタンに割り当てる必要はあるんですけど、連写ブースト機能がつきました。そしてα7-4にはなかったもう一つの機能、プリ撮影が搭載されました。これはですね、シャッターを押す前の最大約1秒まで遡って記録してくれる機能となっています。つまり鳥の急な羽ばたきや飛び出し、予測が難しい動き物でも逃さずにしっかりとキャッチしてくれるんです。これいいですよね。待ってた。あとね、動画で役立つ AF アシストもついています。オートフォーカスで動画を撮影中にフォーカスリングを回すと一時的にマニュアルフォーカスになってくれて、手を離すとまたオートフォーカスに戻る、そんな機能です。本当にフォーカスの部分いろいろ進化していて、こちらはね α7-4 はフリージング補正だけだったんですけど、こちらの α7-5 になってからは AI を用いたオートフレーミング効果なども搭載されています。そしてブリージング補正に関しても従来より精度が上がっていて、動画でも写真でも自然な画角変化っていうのを楽しむことができます。あとフォーカスマップという機能もありまして、距離情報っていうのを可視化してくれる機能となっています。これがあることによって奥行きの把握っていうのをしやすくなります。色がついてない部分がピントが合ってる部分となりますので、かなり細かくピント合わせっていうのが可能となります。あと個人的にめちゃくちゃ嬉しいポイントがありまして、それがフォーカスエリアの中に入っています。ちょっと前にね α7-4 のソフトウェアアップデートでも追加された機能ではあるんですけど、この中央固定の次のモードになりますね。こちらスポットの中になんとね XL と少し右にボタンをスライドしていきますと MS とありまして、さらにですね XS というボタンが追加されました。もう最高ですね。そして拡張スポットと、あとカスタムのボタンがありまして、1、2、3個自分で決めたフォーカスエリアを設定することができます。ちなみに実際にこちらを用いて撮影した感想はですね、やっぱり動物たちの急な飛び出しだったり横移動、急旋回など一瞬の動きに対してのぶどまりが本当に高くて、30コマの連写とフリー撮影の組み合わせというのが本当に強いなと思いました。もうね、静止画でも動画みたいな滑らかさで1コマ1コマをしっかりと丁寧に描写してくれるので、ほんの一瞬の動きも逃さない、そんな進化を遂げています。ではね、ここから動画性能について少し触れていきたいと思います。こちらの α7-4 では 4K60p の撮影をした時にクロップしてしまう仕様となっていました。ただ今回 α7-5 は 4K60p がノンクロップとなりましたこれ
本当にすごいことで、ノンクロップとなったのでレンズ本来の画角で撮ることができるんです。なので広角で撮りたい世界だったりとかあるじゃないですか。その広々とした世界を広いまま収めることができるということです。いいですね。しかも部分積層センサーによって読み出し速度が向上しているので、ローリングシャッターっていうのもかなり抑えられていまして、横移動した時の歪みっていうのが本当に少なくなっています。というかほとんど感じられません。そしてオートフレーミングもすごく扱いやすくなっていて、本当にね、動き物とか撮ってもすごく安定感があります。しかもこのオートフレーミングっていうのは α7-4 にはなかった機能です。どんな機能かっていうと、 AI を活用した機能で人物認識のところが格段にパワーアップしています。例えば7-4では認識部位が瞳と顔だったのに対して α7-5 では瞳、顔、そして頭、体、そこまで違いを認識できるようになっているんです。この AI を用いた AI プロセッシングユニットっていうのはですね、こちら私が使っている α7C2 にも搭載されていたんですけど、 α7-4 にはなかったんですね。なんですけど今回こちら搭載されましたので、かなり被写体認識の部分っていうのがぐっとアップしています。しかも認識の対象もぐっと広がっていまして、 α7-4 は動物、鳥、瞳だったのに対して、動物、鳥に関しては瞳、頭部、体、車、列車、飛行機に関しては胴体、そして昆虫に対しては頭部と体の認識ができるようになっています。これ大幅アップグレードですね。ここからはスロー撮影の作例をお届けします。見てください、この質感すごくないですか？引きの映像もいいんですけど、このようにぐーっと寄っていくと、これまた新たな世界観が生まれますよね。これはね、スロー撮影プラス 4K で撮影しているため、こういったね、綺麗な映像っていうのを拡大しても保つことができます。なんかもう吸い込まれそうですよね。私の YouTube 動画は自分で編集してるんですけど、その中に差し込む映像として、こういった印象的なシーンを入れるだけで、本当に一つの映像のクオリティがぐっと上がるので、そういった意味でもこういった 4K でのスロー撮影ができるカメラっていうのはとても魅力的です。はい。お次はね、シャッター音の比較をしていきたいと思います。今同じメカシャッターにどちらも設定してあります。はい。そして撮影モードもどちらも揃えてあります。では、まず α7-4 からいきます。続いて α7-5。若干ね、α7-5 の方が高い気がします。はい。お次は、両方ハイプラス。こちらは10コマ。そしてこちら30コマと設定してみました。ちなみにこちらはメカシャッターでの撮影が可能となっていますが、α7-5 は高速連写ハイプラスの時は電子シャッターのみとなります。では α7-4 からいきます。そしてお次 α7-5 です。さあ30コマって感じの音ですね。まあね、メカと電子でも違ってくるとは思うんですけど、こういったね、撮影してる時の音の違いっていうのも結構楽しいですよね。もうね、かなり盛りだくさんなんですけど、総括して感じたのは、とにかく安定するカメラだということです。AI のオートホワイトバランス、逆光でも粘ってくれるダイナミックレンジ、暗所のノイズ耐性、30コマの高速連写、プラスプリ撮影、ブラックアウトフリーの視認性、そして新モニターの見やすさ、強化された手ブレ補正、もうね、撮影の土台っていうのが大きく強化された1台です。α7-4 からの進化を感じすぎて、なんかね、時代が塗り替えられたような、そんな印象を受けました。ではまとめに入りたいと思います。このカメラどんな人に向いてるのかなと思った時にですね、やっぱり α7-4 を使っていて少し物足りなさを感じている方だったりとか、動き物だったり野鳥を撮られる方、あとね、暗所の撮影が多い方、色や光の安定性を求める方、そして 4K60p をノンクロップで撮りたいという方にもいいカメラなんじゃないかなと思います。本当にね、写真でも動画でも幅広いシーンで安定して結果が出しやすい1台だなと思いました。写真でも動画でもっていうのはね、
アルファ7の方でも実感していたんですけど、今回さらにその記録を塗り替えてきました。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。